です。こちらは元広さんのシティコットンというものなんですけれど、今毛糸が品薄で同じもの手に入りにくいかもしれません。手に入るものを使っていただければいいかなと思います。こちらは合太と言われる太さの糸ですが、違う太さのものでも大丈夫です。そしてブーケのお花の部分はダイソーさんの刺繍糸を使って編んでいこうと思います。100円で12色あります。色とりどりのお花が編めますね。葉っぱと茎を編むようにグリーンの糸を用意します。これも手に入るものを用意していただければいいと思います。こちらはちなみにうちに在庫であった、ケイト・ピエロさんのエスニックデニムの色番6ですね。刺繍糸のセットに入っていたグリーン系だとかなりパステル系なんですけれど、こちらのお色が好きな方はこれを使っていただければいいと思います。ブーケを束ねるリボンと巾着の紐にするリボン、お好きなものを用意します。それから接着芯を少し、これはあってもなくてもいいんですけれども、花を縫い付けた後の裏側を処理するときに使います。片面に糊がついているものです。かぎ針は使う毛糸のラベルに書いてあるサイズ、これに合ったものを使います。刺繍糸を編むときは2号の針を使います。まずは最初に一つ結びますね。ここから鎖編みをしていきます。鎖編みは、作りたい巾着の幅の長さになるように編んでいきます。今回私は12センチぐらいに編もうかなと思います。では1段目です。まず鎖1目で立ち上がりますね。そして針のかかっている目から1、2番目の目です。裏山を拾っていきます。裏側のこの部分、ここを針ですくって細編みをします。次の目も同じように裏山をすくって細編みをします。ではこれで端まで細編みを編んでいきます。1段目細編みで端まで編みました。では2段目ですね。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元から細編みをしていきます。端まで編んでいきます。2段目も細編みで全て編みました。では3段目以降も同じように編んで正方形になる高さまで編んでいきます。正方形になるまで編んできました。段数はそれぞれお使いの糸によって違いが出てきますので、偶数段でも奇数段でも構いません。ではここから紐を通すところを編んでいきます。長編みで編むんですが、長編みの立ち上がり、通常は鎖編み3目で立ち上がりますが、今回は隙間が空きにくい長編みの立ち上がりでやってみます。まずは鎖1目ですね。向きを変えて根元に細編みを1つ編みます。細編みの足ですね。1本をすくって糸を引き出して、この2つのループを一度に引き抜きます。これで長編みの立ち上がり、隙間が空きにくい長編みの立ち上がりになります。次の目は長編みです。鎖1目です。1目飛ばして次の目から長編みを3目編みます。鎖編み1目です。1目飛ばして次の目から長編みを3目です。このように隙間を空けながら端まで編んでいきます。編み終わりは3目残っていると思いますので、鎖1目編んだら1目飛ばして最後は長編みを2目編みます。この
の上の部分は扇状に編んでいこうと思います。鎖1目で立ち上がって向きを変えて細編みです。次はこの長編み3目の真ん中の目に長編みを斜め編み入れます。長編み3目の真ん中の目に細編みをします。長編み3目の真ん中の目に長編みを斜め編み入れます。という形で進めていきます。最後のところですね。これは隙間の空きにくい長編みの立ち上がりをしたところ、ここに細編みをします。同じものを2枚編みます。編み地がくるくるしているようでしたら、スチームアイロンなどで形を整えておくといいと思います。では次は花を編んでいきます。こちらの刺繍糸を使っていきます。針は2号ぐらい細い針を使います。まずはこちらのお花から編んでいきます。指に2回糸を巻いて輪を作ります。輪の中に細編みを5目編みます。輪を引き締めます。そうしたら最初の目に引き抜きますが、次は白の糸に変えていきます。黄色の糸はカットしておきます。白の糸で花びらを編んでいきます。まず鎖編み2目ですね。根元に中長編み、未完成の中長編みを2回編みます。一度に引き抜いて鎖1、2と編んで、同じところに引き抜き編みです。花びらが1枚編めました。次の目に引き抜きます。鎖1、2と編んで未完成の中長編み、同じところに2回編みます。一度に引き抜いて鎖1、2と編んで同じところに引き抜きます。次の目に引き抜きます。では残り3枚も同じように編んでいきます。花びら5枚編めたら最初の目のところですね、ここに引き抜きます。で糸を長めに切っておきます。5輪ほど編んでおきます。バラを編んでいきます。では鎖編みを12目編みます。針にかかっている鎖から1に2番目の鎖に細編みです。鎖編み4目編みます。1、2飛ばして3つ目に細編みをします。鎖編み4目です。1、2飛ばして3つ目に細編みをします。鎖編み3目です。1つ飛ばして次の目に細編みをします。鎖編み2目です。1つ飛ばして次の目、一番最後の目ですね、ここに細編みをします。では鎖1目で立ち上がって向きを変えます。細編みのところに引き抜きますね。鎖2目のところは側にすくって長編みを4目編み入れます。細編みに引き抜きます。次の鎖を側にすくって
長編みを斜め編み入れます。細編みに引き抜きます。次は鎖を側にすくって長編みを9目編み入れます。細編みに引き抜きます。そして最後の鎖を側にすくって、長編みを12目編みます。12目編んだら細編みに引き抜きます。糸を長めに引き出してカットします。糸は針に通しておきます。では、こちらの小さい花びらの方からくるくると巻いていきます。そうしたら針を向こう側まで突き刺しますね。でこの時に中心が引っ張って飛び出してこないように、中心に刺さっていないと中心だけスルスルっと出てきてしまうので、中心の部分もしっかり針を通します。これをそうですね 2,3 回こう通しておきますね。はい、これでバラの完成です。ではお好きな色でバラを何個か編みます。長編みの目数を変えるとバラの大きさが変わります。次はミモザの花を編みます。指に2回糸を巻いて輪を作ります。輪の中に細編みを斜め編みます。輪を引き締めます。最初の目に引き抜きます。糸を長めに引き出しておきます。ではこれ長めに引き出した方ですね。これを一目ごとに縫っていきます。そうしたら真ん中をつまんで糸をぎゅっと引き絞ります。そうするとこんな感じのミモザの花になります。これを8個ぐらい編んでおきます。葉っぱを編みます。鎖編み斜めでスタートします。そうしたら鎖のかかっている目から1、2番目の目に細編みです。その後も細編みしていきます。ここまで編んだら鎖編み1目編んでこちら側に細編みをします。次の目は中長編みです。次も中長編みです。中長編みです。もう一つ中長編みを編んで最後に細編みをします。
鎖編み1、2と編みます。こちら側に行ってこの目ですね、ここに細編みをします。次は中長編みです。中長編み、中長編み、中長編み、最後細編みです。こちら側の目に引き抜いて糸は長めに出しておきます。これで葉っぱが1枚編めました。葉っぱも 3、4 枚編んでおきます。編んだものをバランスを見ながら置いてみました。この辺はね、ご自身のセンスでやってくださいね。もしちょっと花が多いなと思うようでしたら少し取ってバランスをとってください。では糸始末しながら編み地に縫い付けていきます。で、縫い付けるのがめんどくさいよという方は、例えばグルーガンとか布用の接着剤で貼ってもいいかなと思います。ただ縫い付けた方がね、丈夫ではあります。カバンから出し入れしている時にポロッと取れちゃったりっていうことは、縫い付けた方がリスクが少ないかなと思います。ミモザの葉っぱは編むのが難しかったので刺繍で表現していきます。裏は少し長めに残します。そして裏側に糸を絡めます。
最後は茎をやっていきます。かぎ針を使って刺繍のチェーンステッチのようにやっていきます。ではまず最初ですね。こうしたら、じゃあこの辺からやっていきます。裏側から表側に引き出します。そしてこんな風に鎖編みをする要領なんですね。必要な長さまで進んでいきます。ここまで来たら、この輪を裏側に引き出して、これで糸をカットします。両端の糸は刺してきたところに絡めておきます。ではブーケのところをリボンで束ねます。まずリボンは30センチぐらいの長さにカットして、端を斜めに切り落としておきます。準備したリボンを針に通して、この辺りから出しますね。表側はこんな感じでできました。では裏側がどうなっているかというと、こんな感じですね。少しだけ糸が渡っていたりします。気にならない人はこのままでいいんですけれど、物を出し入れするときにちょっと引っかかるんじゃないかとか気になる方は、ここで接着芯を使います。だいたいこの縫い付けたところが隠れるぐらいのサイズにカットしてアイロンを当てます。接着芯を貼ってきました。縁が剥がれやすいので、縁はしっかりとアイロンを押し当てます。ではこの後は2枚を重ね合わせて閉じ剥ぎしていきます。ではこの扇形に編んで最後細編みをしたところがありますが、ここに針を入れます。こちらも同じところに針を入れます。糸をつけて細編みをします。ここは長編みのところですね。細編み2目。この後は1段に対して1目で細編みで編んでいきます。角のところです。角は細編みを3目編みます。底のところは1目に対して1目ですね。細編みを編んでいきます。では残りを編んでしまいます。
できました。じゃああとはリボンで巾着の紐のところを作ります。紐を通して完成です。